おはようございます。この動画ではヒーローウォーズのパソコン版、ウェブ版の解説をします。モバイル版と Facebook 版とは違いがありますが、基本的な部分は共通なので、遊ばれているプラットフォームが違っても参考になると思います。今回の動画で紹介するのは、意外と知られていないデイリークエストの進め方になります。なお、画面の言語は英語を選択していますが、このゲームの日本語翻訳は、かなり不自然なので、私はこの英語表示の方が好きですね。基本画面左上にデイリークエストがあります。このデイリークエストをしっかりと消化することが、このゲームを遊ぶ上で、無駄のないキャラクターの成長を促進します。ですので、ゲームに不慣れな初期の頃はこのデイリークエストを常に意識してプレイするようにしてください。今回ご紹介するのは、このデイリークエストの中でも、クリアするのにちょっとテクニックが必要な点を解説します。それは1250ギルドアクティビティポイントを獲得すると、エンチャントメントルーンをもらえる部分です。このデイリークエストのエンチャントメントルーンをもらえる部分は、3段階のクリア目標が設定されています。最初のハードルは850ポイントで、それをクリアすると目標が自動で1250ポイントへ更新されます。さらに1250ポイントをクリアすると、次のハードルは1750ポイントになります。エンチャントメントルーンはグリフのレベルを上げる際に必要になる、重要なアイテムなのでできる限り取り損なうことがないようにしたいのです。しかし、1日の最後にどうしてもあと数十ポイントでクリアなのに、エナジーが足りなくてクエストが未消化のまま、翌日になりそうになることが多々あります。次のレベルまで数百ポイントも残っている際は諦めますが、数十ポイントならこれから説明する方法で獲得が可能になるので、ぜひ参考にしてください。それでは説明を始めます。画面左下にタイタンバトルやペット、ギルド、ウオーの画面に移動するアイコンがあるので、そこをクリックします。私は2種類ある基本画面の現在の画面を1回の基本画面、そしてこれから説明する画面を2回の基本画面と呼んでいます。2回の基本画面へ移動すると、自分が参加しているギルドの、本日獲得したギルド、アクティビティポイントをチェックできるボタンが、画面左上にあるので、そこをクリックします。そして、この画面の中でエクスチェンジ、アイテムというボタンを押すと、自分が所持しているアイテムをギルド、アクティビティ、ポイントに変換することができます。ゲームを始めたばかりの人はこの機能を利用することはお勧めしませんが、おそらくチームレベルが50を超える頃には、明らかに過剰となっているアイテムを所持していることがわかるようになります。そこで、今後もゲームの進行で余剰となることが明確なアイテムを、ギルド、アクティビティ、ポイントへ変換して、デイリー、クエストをクリアした方がお得ということになるのです。アイテムは個別に売却してコインへ変えることも可能ですが、強いキャラクターを育てるのには、ビビタルコインに変換するよりも、このエクスチェンジ、アイテムを利用してデイリー、クエストをクリアして、エンチャントメントルーンを獲得した方が断然メリットがあります。チームレベルが50を超える頃から、慢性的なコイン不足を実感するようになりますが、決してアイテムやソウルストーンを売却してはいけません。特にゲーム初期の頃には、自分が使っていないペットのソウルストーンやヒーローのソウルストーンを売却しがちですが、余剰となったソウルストーンはゲームが進むにつれて、マーチャントショップでコインや貴重なアイテムと交換ができるようになるので、絶対にアイテムを売却してはいけないのです。余剰となったアイテムの場合は、デイリークエストをクリアする際に有効活用できるので、もしアイテムを売却されている人がいるようでしたら、今後は今回ご紹介した方法で、余剰アイテムを有効活用することをお勧めします。さて、今回のヒーロー、ウォーズの動画はどうだったでしょうか？今後もヒーロー、ウォーズの基本的な操作方法や知らないと損をする攻略方法などをご紹介したいと考えています。ゆくゆくはギルド王の実践動画やアリーナ攻略なども解説する予定なので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。